どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。弱点は推しの不意打ちポニーテールだということに気づいたさやです。それはもうさやさんいやもうあのキャラじゃないですか。あのキャラの話ですよ。いやもうね、はい今回超スペシャルなゲストにお越しいただいております。こちらの方です。はい、どうもスペシャルなゲストの松島です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや全然スペシャルじゃないです。いややべえです。うちのチャンネル何のチャンネルっていう追いかけチャンネルなんです。あ、まあそうですよね。はい、僕自分の YouTube やってる時に真っ先に参考にしたとこですからね。恐縮です。ありがとうございます。とんでもないです。いやもう本当に大人気漫画家のからの憧れる。いやいやいしかないや、方と僕にとってはYouTube の先輩みたいな感じもあるし、普段ずっと見てたんで有名人に今日会いに来たような感覚で来ました。とんでもないですもん。昔案件の件で知り合って。そうなんですよ。はい、今真島先生が連載されてるエデンズゼロポケットギャラクシーね、エデンズゼロのゲームでポケットギャラクシーっていうね、ちょっと PR やらせていただいた時にちょっとご縁がありまして。そうなんですよ。僕ね、冗談でねコラボしましょうって言ったらねトントン拍子で決まっちゃったんですよね。ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。よろしくお願いします。ね、お忙しい中。はい。知らない人ほぼいないと思うんですけども、一作目のレイブから始まりフェアリーテイル、そして今エデンズゼロと。はい。そして今 YouTube もやってますからね。そうなんです。真島先生 YouTube チャンネルこちらなので皆さんぜひねこちらもチェックしていただきたいんですが、いやもう絵や漫画を志してる方はもう絶対に見ていただきたいって思う。いろいろなんかハウトゥーもね最近出されて、そうですね、やってますね。じゃあそんな真島先生をお呼びして、はい、じゃあ今日は何をするのかと言いますと、今回やっていく企画はこちら、セリフから即興でキャラデザ対決。はい、よろしくお願いします。手汗すごい。ということで今からやるのが、はいセリフから即興キャラデザ妄想対決ということで、どういうことかと言いますと、こちらに今ですねちょっと皆さんにはとても見づらいんですけどすごい手作り感満載のいろんなセリフが書いてあります。ここに僕とさやと、そしてなんと真島先生にも書いていただいたセリフが混じってる、オリジナルセリフが、それを今からこうランダムでね引いていって、そのセリフから漫画のセリフが入ってる一コマを妄想して、制限時間15分で書いていこうという、なんとそんなのね漫画家のスキルじゃないよ。いや皆さんはもう真島先生の新規絵が見れるという、作品外の絵っていうのが見るのは結構新しいチャンスなんじゃないかなと、ファンの方にとって。なるほど。我々どちらかというとこのファンの皆さん側でこう見守ってる感じになってしまっているので、マスクなんかよだれでやばいことになってる。それでは早速やっていこうと思います。はい、さあということで今からですね早速始めていくんですが、例えば皆さんじゃあここで弾きます。真島先生弾きましょう。はい、はい、ちょっとこれはテストプレイなのでね、はい、せーのドンドン。俺な、人間見るの初めてなんだというセリフが今出ましたね。はい。ということは今ここで我々はこのセリフからその一コマを妄想しなければならないと。うわ難しい。そういう企画になっているんですけども、なるほど。はい。で例えばこの次じゃあ引きます、姉ちゃんは俺が守るから出てたら、そういうコマをね書いていくと。なるほど。じゃあさやさんも引いてみてください。じゃあ引いちゃおうかな。はい、食ったら力が湧いてきた。言ったらやっぱなんかねご飯を食べてるシーンが出るのかと、どんなキャラが何を食べてるのかとか、そういうのをお互いなんかこう自由な妄想でやっていく、了解です。というような企画になります。はい。スッと言ってしまったんですが、はい。真島先生こちらのセリフ見覚えありますか？人間見るの初めて？あ、これ僕の作品だ。すいません。気づかなかったわ。いやそうね、今回ちょっと今テストプレイというか例題にちょっと先生の漫画のセリフをお借りしてきてしまった。うわ、いややらしいな。うわ、本当に気づかなかったわ。全部さ真剣に考えちゃってどういうにしようかなって。ではじゃあ1回戦目やっていきたいと思います。はい。まずは1枚のお題から3人それぞれ別の絵を妄想していこうと、同じお題で了解で書いていす。こうと思うんですが、じゃあちょっとシャッフルしますかみんなで。いや何が出るか。何が出るか。お題はみんな3人で書いたものが混ざってます。それではじゃあお願いします。いいですか？はい。いきます。せーの。ドドドドンじゃじゃん。
こんな空は飛べないよ。こんな空は飛べないよ。どんな空？ということで1回戦目お題、はいこんな空は飛べないよ。はいてんてんてんつ。あ、つもあるのよね。苦しさがあるんですよね。なるほど。じゃあこちらのセリフが入っているような漫画の一コマ。これセリフも書いた方がいいの？そうですね。もしあれだったら吹き出しの形はお任せしまあなるほどなるほす。ど例えば普通の一般的な吹き出しでもいいですし、はい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 ギザギザタイプの了解です。吹き出しでもいいですし、はいはいもしくはモノローグというか。はいはいはい。了解です。はい。じゃあ行きましょうか。行きましょう。 1回戦目、こんな空は飛べないよ。よーいスタート。これ15分で書けるかな？そうなんですよね。我々もちょっとそわそわしていて。でも普段漫画って書かれる時って、セリフを書いてからキャラデザをするってことってありますか？なんか例えば新キャラを出すとか。あのね、キャラクターのデザインをしてから、はい。一言なんかセリフを適当につけてみることはありますね。あー、なるほど。でもじゃあこの順でやることはあんまり。あまりないですね。以前私どこか動画でも言ったんですけど、はいそう小学生の時に真島先生がサイン会をやられるっていうことを聞いて、お父さんがサイン会やるって行こうよっつって、そのマガジンのイベントにお父さんと一緒に行ったことがあったんです。あ、そうなんですか。僅差ではい。整理券が取れなくて泣いて帰ってくるっていう思いがあって。その頃のさやさんに今教えてあげていやくださいよ。本当だよ。マガジンの先生方が何人かこう、あ、来られてわかった。やはいるっていう、はいはいはい。サイン会どころか横でお絵かき。どんな世界線って思うよね。ねいや、なんかそうやって言っておられると嬉しいっすね。いやだから世界の PR させていただいて、はい真島先生にそのサインを書いていただいたじゃないですか。はいは真っ先に父に言いました。父ちゃんやったよって。ああ、いや、ありがとうございます。本当に。いや、よかったですね。ありがとうございや、います。こちらこそ、まさかね、こんなところで縁があると思わないですもんね、お互いね。いや、僕もね、今回、ほとんど企画とか全部おんぶに抱っこでやってもらってるんで。いくらでも真島先生で見たい企画なんていくらでもあるって、なんか謎のワクワク感となんかプレッシャーですごい。てかいつも言ってるもんね。そう、なんかやっぱり本業もあるんで、そこに割く時間ってきっと結構大変なんだろうなっていうのがありつつ、あ、そうなんですね。やっぱり見たい動画がたくさんありますね。やっぱ真島先生にあ、嬉しいですね見。ていただきたいというか。だからよく話しながら書けますね。これ逆に変な慣れがうちのチャンネルだと割ともうなんか喋りながらひたすらまあ、そっか。やってしまってるので、でも確かになかなか喋りながら書くってないですよね。やべえ、背景書こうとしてる。こういうのがよくないね。ある程度こう諦めが必要になってくる。確かに。なかなかそういうこともないとは思うんですけど、でも真島先生といえばでも結構勝手なこう外野からのイメージなんですけど、はいはいめちゃめちゃ筆が速いイメージが。ああ、よく言われますね。実はそんな早くないんですけどね。でもそうなってくるとどういうからくりで一体まあ、早く見せてるってところはあると思いますよ。早く見せてる。たくさん仕事をやって筆が早いように見せてる感はありますね。たくさん仕事やってるからやっぱ筆が速いのではないのかっていうなんか思ってますけど。量と速さ違いますからね。で、これ他の人の見ていいの？もし全然余裕があれば見ちゃっても大丈夫です。うまっ。やべえ、どうしよう。おい、俺プロだぞ。いやいやいや。ちょっと明日から廃業かもしれない。やっぱこうお題から書くって慣れてんだな、2人は。なんか謎の慣れなんですけど、やっぱりこう即興で何か適当なものを書くっていうことがだいぶ慣れたかもしれないです、この数年で。ただそれがいいものかどうか置いといてという。いや、それはね、新しいスキルですよね。すごいですよ。でも即興で書いてるとやっぱりこれ一体何なんだろうと思いながら書きますよ、やっぱり。なるほど。そういうのが大事なのかな。これ何なんだろうみたいな。何なのかわからないけどとりあえず線を引いてみるみたいな、なんかよくわからないこう自分を俯瞰しないと。なるほど、なるほど。勉強になるな。いやあんまりこう勉強しなくていいかもしれないです。漫画を描くときはちゃんと俯瞰して考えないととかってすごい私たちもそういう時はそういう気持ちでね。ね。やっぱこう何が面白いのか考えなきゃとかってやってるけど、こういう時はなるほどね。考えちゃダメだという感じがすごい。でも最近って真島先生もはデジタルが主流で書かれてると思うんですけど、アナログで書く機会って最近あったりしますか？なんかサイン会だとか、でもそれぐらいかな。サイン会ぐらいしかアナログ使わないんで。どっちの方が好きっていうのがあるんですか、真島先生的には。好きで言ったら、でもやっぱデジタルの方が好きかもしれないですね。もう慣れちゃったんで、楽なんですよ。アナログの書き味っていうのもすごい好きなんですけど、デジタル慣れちゃうと
戻れない。この最近 iPad に移行してしまってから、はい。アナログが怖くなっちゃって、なんかもう戻れないっていう。逆にさやはもういやでも全然デジタル使わ私なくて。はラフは、デジタルでやって、はい仕上げとかカラーを全部アナログでやってるんですけど、逆じゃないですか。あ、そうなんですね。水彩画が好きで、はアナログにちょっとこだわって読んだりはしてるんですけど、カラー、僕ね、アナログでカラーやってる時に、広範囲を塗れなかったんですよ。広範囲。広い範囲。あー絶対ムラ出るじゃないですか。そうですね。特に僕が当時使ってたコピックって画材が広範囲を塗るのに向いてないんですよね。細かいところはいいんですけど、それでねちょっとデジタルやろうって思ったのがきっかけでデジタル始めたら楽だってなっちゃってね。ちなみにデジタルの彩色を始めたのでレイブの途中そうですねからとかですよね。はいはい早いですよね。確かそのレイブの途中の頃でデジタルでがっつり塗ってらっしゃる方ってあんまりいなかったイメージあるんですけど。あの頃まだそうですね、特に漫画家は少なかったですね。イラストレーターさんはたくさんいたんですけど、週刊漫画家でデジタルでやってる人は少なかったと思いますね。そうですよね。当時で考えると僕たち小学生ですよ。あ、そう。それはもうだいぶ年を感じますな。小中とかそのぐらいだったかなって思うんですけど、あ、そうですか。ゲームキューブでレイブのあったあった。対戦ゲームがあって、はいはいはいそれが友達の家に放課後集まってはあれをやるっていうあ、それね。ブームがあった時期があったんですよ。僕のスタッフからも聞いた。多分僕のスタッフも同世代の人いると思うんだけど、はいはいはいレッドがキャラ強だとか。車の中で全く同じ話をして、レッドが強すぎてみんなレッド使えてる。そうそうそう、そんな話を聞いたことがある。すごくハマってましたね。懐かしいですね。そこから入ってこう漫画に逆なんですよね。だからゲームから入って小学校の頃漫画の原作の存在を知って、はいはいはい友達の家でちょっとその時は読んでっいていうところだったんです。や嬉しいっすね。人生の不思議を今感じてます。なんでその時の漫画描いてる人と一緒に絵描いてるんですか。あーまた勢いでふざけたこと書いちゃった。なんかふざけるのがお仕事だから。まあ確かにさやさんのそういうとこがないとちょっと寂しいですよね。やっぱふざけていただかない全然ふざけてくださいよ。と粗相がないように。そうそう、大歓迎です。大関係ですね、さやさん。大で歓迎です。も早速ですね、これ撮影外で出会って速攻さやさん今日ね講談社の会議室をお真島借りしてるんですけど。先生とお会いして2分後ぐらいに荷物全部ザラーンいやーやめてよ。おもろかったっすよ。あれ撮りたかったっすもんそこ。いやあそこ面白いなって。普段からさやさんこんなんなのって。よく言われるんですけど普段からこんなんなんですよね。割とほら僕さ動画の中でしか知らないから。そうですね、確かに。でも完全にねつかみは OK って感じ。あ、びっくりした。私ずっと画角くらいいなかったかと思うからさやさんね、画角から出がち、いつも。私を捉えることなんかできないのよう。るせえな。いつものやつだいつものやつだ。夫婦漫才だ。すいませんもう。いや嬉しい、生で見れた。もう初期の頃ねビジネス夫婦だと思ってましたからね最初。最初の頃はねずっとそう思ってた。ネットに夏目さんち仮面夫婦説についてってね、よくわからない記事があって、なんだそれと思って。大丈夫です。ちゃんと席入ってるんで。ちゃんと法律で拘束さあ、れてる。高速で拘束されてる。ということで、はい。 15分をあこれいつものこれ。じゃあ隠しちゃいましょうか。やった。俺やりたかったこれ。何の意味じゃあいきます。1回戦目、こんな空は飛べないよ。せーの、どう。ドン。おおお。かっこええな。じゃあちょっとどうしましょう。じゃあ僕真島先生からいいですか。はいはい。何これ。こんなすごいよ。いやでもなんかストーリーがすごい。なんかね考えすぎちゃったね。飛べない。飛べない。飛べない。こんな気持ち悪いやついたら飛べないでしょみたいな。一体これは誰なんですかね。この後ろにいる。この漫画のラスボスみたいなやつがいて、そう少年がなんかねでかいやつに立ち向かっていくみたいな感じなのかな。これでもよくよく考えたらさ飛べないよっていうかこれから飛ぶぞみたいな感じの逆かもしんない。はい、ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。はい、じゃあこちら。はい、では私でせーのこんな空は飛べないよ。おお。サブタイついてるじゃないですあ、か。そうだ。これは落ちた愛、ダークラブっていうタイトルがついてるんですけど、はい。どういうこと？あ、これは愛をこう司るキューピッドなんですけど、は天使界の空がもうリア充ばっかりで植え付けされて、こんな空飛べるかよ、腹立つなみたいな。もうそっち怒りなの。い。いじけちゃったんだ。そう、怒りの方に震えてるってそういう。いうことね。なるほど。あー天使なん発想がすごいかやってられね。るかあ、ってそっちいうので一、個ギャグ漫画チックな。あ、そうだから愛は落ちてしまったの。なるほど。はいいい発想ですっていうね。なるほど。はい実現さんじゃあが僕がこちらです。で、かっこええ。妙にシリアスな感じになってしまったんですけど、現在や。こんな空飛べないよっつってるんだけど、うん。
飛ぶんでしょうねこいつ多分ね。あ飛んだらなんか大きな被害を与えちゃうぐらいの感じのやつが飛んでいくんじゃないかなっていうあ、すごいパワーを持ったやつ。なるほど。逆説的な感じですもう、こいつ飛ばしちゃいけないぞみたいな。こいつは絶対飛ばしちゃいけない、敵の中で絶対発信させちゃいけないやつっているじゃないですか。多分そいつですこれ。なるほどね。強キャラってことね。すごい全然違くなった。全然違うの出ました。ですね。真島先生やっぱり背景が出てくるのがやっぱこうなんか現役の漫画家さんといやいうか。いやいや、これね本当漫画家のスキルじゃないってさっきも言ったけど。漫画のストーリーだけどめくってありそうなページだよね。やっぱ前後考えちゃうよねなんか。はありがとうございます。い。ありがとうございます。それでは2回戦目。 2回戦目。では次2回戦目なんですけれども、はい2回戦目はちょっと趣向を変えまして、こちらからそれぞれが1枚ずつ引いていくと、うん。はい。なのでそれぞれ別のお題を今から書いていきたいと思います、でただ今引いたものは発表せずにセリフのとこ空欄にしておいていただければ。はい。じゃあ真島先生からいいですか。了解です。なんか怪しい笑みがじゃあ奥いきますよ。はい了解。なるほど。 OK です。ではでははい。 2回戦目はいそれぞれ別のお題でちょっとみんなチラチラで、チラチラ見てますけど。よーいスタート。これ絶対強いよなこいつ。絶対こいつ強いよな。本当なんかはかないんだよねセリフが。はかない。なかなか漫画家さん的なこうやることではないですよね。そうですね。だからキャラクターありきですもんね漫画ってね。でも逆にそういうパターンのお絵描きを見れるっていうのはなんかね。勝手にファン冥利に尽きてるんですよね。いやでも勉強になりますね。こうやってセリフからキャラクターを作っていくってことは普段やらないんで、はいはい。めちゃくちゃ勉強になりますね。真島先生だってそれでなんか一作書けちゃいそうな。どうだろう。そこまですごくないよ。酒焼き入ったボンタロ何それ。多分絵に関係ないんですよね。すごいね。なんか引っ張られないんだそれに。書いてるものに引っ張られちゃうこと結構あるんですよ。もう原稿中とかも。そうそうなんか考えてるとそうですね。なんかたまに落書きの配信とかやってるんですけど、ー。はい。その時も喋ってる内容と書いてるのが噛み合っちゃったりして、あれ何喋ってたっけってなんか書いてる絵に引っ張られてるぞみたいな。挨拶で推しの突然のポニーテールに戸惑いが隠せなかったっていうはいはいはい話をしたじゃないですか。もしかして先生本人にそあ、れをそうちょっとこの御礼を伝える僕らからそう御礼をお伝えしたいなと思っていて、ほう私エデンズゼロで一番好きなのが、はいジンなんですよ。マニアックっすね。もともと普通はいの、ジンもすごい好きだったんですけど、はい。 176話から176話の惑星ダリアっていう回からジンがポニーテールになったんですよ。なりましたよね。ああそうでしたっけ。あれに泣いて喜んで、いやなんかそのしかも違うのケイさん聞いて。ごめんねなんか食い込んじゃった。でもうすっごいこうコマのこの辺ではこう横顔が出てて、はいはいでどうやら髪をこう束ねてるいつも髪の毛こう下ろしてるじゃないですか。それがこう後ろにこうグッていってるっていうとあーころまで映ってて、ではい別のコマで後ろ姿が映ってたんです。いはポニーテールだと思って。ちょっと補足させていただくと、はいさやが後ろ髪が長いはい男の子が好きなの。ああなるほど。漫画のキャラクターとかでいうともともとジンのキャラクターが好きだったのが、そこで急に髪型まで一緒になった。好きになった。急に刺さる髪型になっちゃって、はいなんかその時わざわざ2階から下に駆け下りてきて「ジンがポニーテール!」っつってなんか言って帰ってきました。あざっす。これでもね実は裏話あって、はいはいはい。あれなんか3年後のキャラクターになって、はいデザインみんな一新したんだけど、はい。ジンロン毛にしたらなんかあまり思ったのと違うなって自分で書いててねなんかちょっと違うなってなってちょっと縛った方がかっこいいかなっつってあの髪型になったんですよ。なるほど。これ泣いて喜んだやつもいるので本当に。よかっ。よかったた結んでいただいて。よく覚えてますねそんなの。結構案外作者さんより読者のファンの方が覚えてるとかいやすごいっすね。意外とあることなんですかね。どうなんだろう。いやあると思うんですけどにしてもいつも夏目さんちの動画見てると漫画とかアニメとかのはいはい記憶力半端なくないですか。いやでも熱量が。今日あって見たものとかいやすごいな。でもそれこそ本当エデンズゼロをはい前回の企画でやった時にやっぱそのミリシラっていう形でやらせてもらってたと思うんですけど、いざ読んでみたらなんですけど、別にどれが一番とかっていうの言うのもなんか変なんですけど、うん一番好きであそうですか。今までのなんか僕もともとすごい SF 系というか言っちゃえよ。リッチが好きです。言っちゃえよ。リッチが好
好きなんで。ああ、そうっすか。ありがとうございます。いや、僕でもそんなに SF って思ってなくて。なんかそのスペースファンタジー。そうです。どちらかというとファンタジーのよよりで書いてはいるんですけど。でも真島先生作品に共通してというか時っていうテーマがあ、はいはい、ありますね。あって僕時を扱うこうテーマがめちゃくちゃ好きなのでなるほど。永遠にワクワクしちゃうっていう。あ、嬉しいです。時はみ出てきた時になんかガッツポーズしちゃう。時はみはね、あれドキドキしたね。変な設定ですからね、あいつね。あれなんか見たことなくてびっくりしたんですそうですよね。見たことないですよね。むちゃくちゃだと思ってなんかすごいあれが楽しくて。あいつね、本当面白い仕掛けというか正体があるんでね、楽しみにしててほしい。時間ですか。はいはい、ということで2回戦目はそれぞれ別のお題があるということで、じゃあまずは絵から発表していきたいと思います。はいせーの、じゃんドン。で、おお、かっこいいね、みんな。おー、真島先生めっちゃファンタジー。すっごい可愛い。めっちゃファンシーいや、僕な感じ。こういうしか書けないから。いや、いやいや、どうしましょうか。じゃあ今回も真島先生からいきますか。じゃん。これセリフは？セリフがわからない。これはでも何かこう未知と未知の遭遇がしてる感じが確かに。そうですねあるんですけど、はいはいはいじゃあセリフをいいですか。これのっぽの方が言ってんだけど、はい右も左も関係ない。僕にはここがあればいい。いや、右も左も関係ないってどういうこと？これさやだね。そう、私が多分考える。さやだね。僕考えたんじゃないの。はいいやどういうことちょっと意味わからないセリフ入れたりして。本当に意味わからんのよく。右も左も関係ないってまずどういうこと？どういうこと。いや、わかんない。なんか僕の居場所はここさみたいな系の感じのイメージだった。そうだね。それだけをちょっと抽出して、はいはい僕にはここがあればいい。すごい可愛い。二人の空間みたいなね感じで。僕もまあこんなありがとうございます。ありがとうございます可愛い。ちょっとグリフ感もある。ね、なんか変な生物ね。可愛い。めちゃめちゃ可愛い。あとね、書いてる最中に、はいこうフリートーク中にさやさんがなんか言った言葉が影響を受けてことが書いてます。あれなんか言ったさやさん。私、そうなんだ待って、発芽が芽生えるみたいな話をしてたじゃない。この気持ちに名前をつけられない。つけてみたらどうなの。つぼみとかどう？咲く前ね。それなんか引っ張られて書いちゃったやつ。芽が出た。そうそうそう。新たな命を運んでしまいました。ついついねやっちゃいました。はありがとうございます。可愛い。どうしよう。さやさん次出すのがねえ、じゃあどうしたらいいちょっと先僕へ行きますか。なんかさやさんちょっとやばそうなんで。じゃあ僕のこちら、はい、はいせーのドン。い。お、かっこいい。なんかまたシリアスになっちゃったんですけど、つがなんかね、濃い。なんでこんな短時間で濃いのこんなに。結構ベタ入れちゃうからかもしれないんですけど、セリフはセリフがですね、はい。と本当に回ってもいいんだね。どういうこと？今俺がですか？これ真島先生がおそらく、これは回転するタイプそう今から回転するタイプのキャラなんですよ。あ、なるほどね。そうもう今からこいつ回ったら大変なこと多分超強い技が来るみたいな。さっきからそんなんばっかりですけど何か指導前みたいな、きっとなんか回転したりよからぬことが起きるんでしょうね。なるほどなるほど。はい。そういうなんかさっき2回連続吹き2たやつ回連続でちょっとがねやばそうなやつが動く前みたいになっちゃって、はいはいはい。根がずっと少年なんで永遠にそういうキャラが好きなんで。はい、でわかりますわかります。なんか真島先生作品のこうオラシオン性質っていうワードとかああいうのが好きすぎて、はいはいはそういうところに入っててほしい。い。いや、ありがとうございます。確かに確かにいそう確かにいそう。僕の漫画の中ボスあたりにいそ。そういうとこに、はい。じゃあちょっと後に仲間になってほしい。うん。あ、そういうポジションそう。ただ回ってもいいんだねってダサいけどね。なんか聞くなよって感じ。ちょっとだから余裕のある感じでね。じゃあさやさんちょっと問題のなんかチラチラ見えていたこちらです。せーの、おでん。なんだこれ。これこれはは何？女の子これ？これ女の子ですよ。さか焼きないですか？だって女の子。可愛いじゃないですか。ちょっと前髪減らしすぎちゃったかなって思ったんだけど、はいはいやっぱまあない方がいいかなと思って。早くセリフが見たいわもうこれ。セリフはこれです。はいドン。私新潟生まれ博多育ちの江戸っ子ですっていう感じ。だけどなんか何もかもが間違ってる。新潟要素どこ？どこに？博博多要素もない。博多要素。なんか明太子とか欲しかったね。ここ明太子とかやったああ確かここ明太子です。そうだね。じゃあそれじゃあ明太子ってことにしましょう。はい、ここは今から明太子です。じゃあおでんじゃない。さあということで3回戦目だけちょっとね特殊なやり方をしようかなと思ってまして、今からお題を1枚ずつそれぞれ皆さんに引いていただいて、はい絵を描き終わりました、うん。
さらにそしたら残りの山札から2枚ずつ手札に加えていただいて、今その絵を発表して正解してもらうことができた人が勝ちとなるほど。いうゲームこれをしたいと思います。簡単じゃない？これはさすがに。いややっぱりそこはね、普段ね絵を描いている人たちだったらそのセリフの伝えられるはずとなるほどなるほど。いうプレッシャーを非常に与えながらこれは簡単でしょう。それではじゃあまずははい1枚ずつ引いていただいて、いいですか？はい、これもまた発表はまだせずに、了解です。はい、シルリン。はいはいはい。はい、それではいきます。3回戦目、よーいスタート。僕もガチで行くんであればその具体的なものを書いちゃうんだけど、それをなんか反則な気もするんだよな。あそうですねどうしよう。でもチラッと見えちゃった。真島先生なんか斜めなコマが見えた今。あんまりでもコマっぽくすると結構答えになっちゃうからね。悩みに悩んでうさがない書いちゃった。落書きしてすげえ余裕じゃんそれ。余裕だよ。口だけは。口だけ足したじゃないですか。これ似たようなセリフが来たらピンチってことですよね。ピンチですね。はいはいはい。さすがにそれはないでしょケイさんだってただのオタクなのに。う。いやいいことですよ。ケイさんはオタクじゃないんだよね。いやまあオタクではあると思う。わからないね。電子オタク。それはあるかもしれないですね。なんか機材とかは。私はもうめちゃめちゃキャラ萌えに走るタイプなんですけど。漫画とかゲームなんですよね。ケイさんはキャラ萌えっていう感じじゃないもんね。こ確かにっちにおいでよキャラ萌えの森。動物の森みたいな言い方される。なんか聞いてるとなんか設定オタクというかそうですね。設定中というか。そうです。設定中が正しい言い方かもしれない。いやそれもわかる。僕もそういうとこあるからね。ただ真島先生の作品について何を言ってもネタバレになるのであんまりいろいろ言えないんですけどど定番すぎますけどやっぱりジークはおー。たまらんかった、もう昔のことだからって言ってツイッターで僕その話したらちょうど読んでる最中の子がいてすんげえ怒られた記憶あります確かに。でもあれは何も知らずに読んでほしい。ね。いや本当悪いことしたなって思う。いやいやもう中学生ながら衝撃を受けてた記憶が。ああそれ嬉しいね。あとどれぐらいですか？あ終わっちゃった。ケイさん大変。ちょっと私今すごくいけないことした。何今一瞬だけ真島先生のページが見えてしまったんだけど。嘘。やばい待って前歯抜けそう。前歯抜けそうはい。じゃあこっから、はい、ここからですよ本番は。ということでまずはそれぞれ2枚ずつ。はいそうです、はい、上からでいいかな。上からでじゃあじゃあ二枚2枚引きます。はい。これ大丈夫かな。大丈夫かどうだ。あやばいくっそ難しいかもしれない。俺のやつ余裕。マジですか。あれちょっと待って悪すぎた。じゃあとりあえずじゃあまはいずイラスト発表からいきましょうか。はいせせーのドドン。ン。おおお。大変なことが起きています。あっちゃったもん。はい。だからさ話のね途中で出てきたんで書いちゃったんですけども。はい。大丈夫。やめてちょっと名物の椅子から転げ落ちないで。俺の本能名物っていうの。ここからですよ本番は。はい。今からこの3枚の中から正しいセリフを当ててもらうことはできるのかというはい勝負ですね。はい。これ多分ね僕面白くならないんで、はい余裕すぎて僕からでいいですか？あ、そうですね。はい。見せちゃっていいですか？はい。はい。お願いします。こちらの3枚です。余裕すぎて。探したぞナンバー9。それってつまりお金は大事ってこと？早すぎて見えねえ。あでもちょっとそれってつまりお金は大事ってことって言ってるジンが見たい。このちいかわ文章を言ってーかわいい。かわいい。じゃあせーので指さしますか。そうですね。はいせーのドン。正解です。まあそうだよねこれは。ジンが目視できないウサギってどうっていう。どのぐらい強いウサギなのこいつ。情緒を乱されるっていうまさかのステータス以上。僕もねギギャ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 って書いてるつもりが1個ギュンになってる。うわありがとうございます。ありがとうございます。いや嬉しい。さやさんが進行不可能になっていくんでただ僕のが思った以上にやばそうでいきますね。はいはい。はい。こちらです。うわ。ひどくないいいですかねこれ。これひどいよね。まずじゃあこれね、そろそろ本気を出そうかな。私の目からは絶対逃げられないよ。ね。チェックメイトだ。これひどくないですかこれ。これありそう。これちょっとめっちゃありそう。すごいねこれ引くのすごいね。全部当てはまるじゃん。じゃあ回答します。はい。じゃあはい。せーので指さしていただいて。はい。せーのドン。真ん中。あ、私も真ん中です。正解はチェックメイト。これは分からんって。みんな見て
てこれほら。だってもうこれじゃん。いや、そうこれなの。そう片目が開いてるから。そうそうそ僕的にはもうなんかチェックメイトだってもうこの感じで持っちゃったらう。うん。まあ分かりやすすぎるかなと思ってはいはいチェス駒の角度あえてやめちゃったの。書けよかった。いやーそんなカード引くんだったらね。でもこれ楽しかったね。このゲームの醍醐味だと思う。いや、確かにもう本当ゲンさんの運が悪いところ笑うゲーム。いや、ある意味いいんじゃない？確かに美味しかった。じゃあ次で問題ですよ。はい先生問題の私問題のはい。絵はこんな感じで。はいはい、可愛いな。なんかすごいとこにそれではセリフお願いします。はい、男それとも女どうしても食べたい草があるんだよ。危なかった、宇宙人ってバレるとこだった。でもこれも運悪いと思う。ちょっとこれも難しそう。いや、でもこれ分かったよ。うん、これは分かった。じゃあ、いきますか。これさやさんのはいどれだったのか。はい。せーの。お、正解？正解です。ああ、よかった。なんか食いたそうにしてるもん。これセリフってこれ真島先生が。そうなんです。そうそうですね、このセリフは真島先生が書いてくそのださった。セリフ自体は滑ってっかなと思ったいやんだけ実はさやさん草食う男の子好きなんです。どういうこと草食うのはロマンです。ど。ああ、そうなんだ。何を言ってるかさっぱりわかんないと思うんです。分かんないけど。はい、3回戦やってきましたが、はい。どうでした真島先生。いやー、終始笑いっぱなし。楽しかったです。ありがとうございます。あー、楽しかった。こちらも眼福でしたずっと。いや、もう源さんのさっきの仕込みじゃないの？本当にこれ本当に仕込みを疑われるレベルでねむずっすい。いねやでもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい楽しい時間を過ごさせていただきましたが、真島先生のチャンネルの方でも実はコラボ動画を出させていただいているので、はいありがとうござい概ます要欄からチェックお願いします。そしてこの後ですね、なんと真島先生に根掘り葉掘りいろいろ聞けるということなので、そちらも皆さんぜひお楽しみに。お楽しみに。さあということでですね、はいコーナー変わりまして、はい。プロフェッショナルにインタビュー真島ひろ先生編。まさかこんな時が来るとは。いや、もう本当だよね。ありがとうございます。ありがとうございます呼んでいただきまして。はい。はい、こちらのコーナーですね、夏目さんちが不定期更新なんですけれども、ご縁があったその道のプロフェッショナルの方にいろいろと根掘り葉掘り聞かせていただこうというコーナーなんですけれども、はい今回は大人気漫画家の真島先生ということで、大人気。間違いなく大人気漫画家ありがとうございの、ますはい、はいよろしくお願いします。お願いしますお願いします。ということで本日ですね、視聴者さんから事前に真島先生とのコラボとはお伝えせずに募集をね、質問を募集してきたんですけど、ほうほう。はい、そこからもうざっくばらんに聞いていこうかなと了解です。思ってるんですが、はいとりあえず一番最初に僕たちもやっぱり聞きたいというか、うんところで視聴者さんも気になってた漫画家になろうと思ったきっかけが気になりますとおお、なるほどいう。コメントをいただいておりますし、はい。そうですね。漫画家になろうと思ったのは、もう本当小さい頃からなんですけども、うちのね、祖父、おじいちゃんが山から漫画を拾ってきて、もう捨てられてる漫画を拾ってきて、漫画雑誌をもう昔ですからね、はいこの山に廃棄されてた漫画を拾ってきて、それを僕が読み始めたのが漫画に出会ったきっかけで、そこから真似して描くようになってたらいつの間にかもう将来漫画になるもんだと思い込んでました。だからもう明確にこの時に決めたとかはないですね。じゃあもう書き続けてたらなってしまった。そうそう、そんな感じです。いやでも本当よく言うんですけど、漫画家になりたいって人よりなるって決まってるんだって思ってる人の方がなれるってね、よく言うんでね。ああ、なるほど。僕もそっち寄りだったかなって気がしますね。ありがとうございます。ありがとうございます。でお次ですね、はい題名をつけるときはストーリーをどれくらい考えてつけるかが気になります。題名って何？先のタイトル作品のタイトルのことだと思います。あ、これもピンキリなんですよね。例えば僕の、初期作のレイブという作品ですと、はいタイトルは結構最初に決まってた。なんとなく響きで決まってた感じで、フェアリーテールもそうですね。逆にエデンズゼロは全然決まんなくて、先ほどのカードゲームのように、いろんな名前を付けたやつを作って、くじ引きで引いて決まったタイトルです。いろんな単語をね、紙袋に入れて、引っ掛け混ぜて、拾ってきたやつで、エデンズゼロっつって、当時検索かけたら、ゼロ件人だったんですよ。連載前だから。あ、じゃあこの名前でいいや、みたいな感じの。なんかこれは目から鱗の感じなんですよ。皆さんポロンポロンだよでも関連ワードがひたすら入ってたボックスだったんですね。そうです。はい。運命ですね。なんかそれで引いたいやって。他にもね面白そうなタイトル結構あったんですけど、大体調べると何かしらヒットするんですよ。お店の名前とかなんかカードの名前とかね。途中まで候補だったのがブルーガーデン。今レベッカっていうキャラクターの名字とか、
惑星の名前として採用されてるんですけど、もともとはブルーガーデンもタイトル候補でしたね。ああ、そうだったんですね。そのパターンもあったんですね。はい。それはそれでかっこいいね。ね、まあ確かにね。レベッカ・ブルーガーデンって名前がね。今も名前としてすごい定着してるけど、青い庭なんだけどね。言っちゃえば。なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあちょっとこちらですね、結構現実的な質問なんですけど、漫画家として生きていくためにはどれぐらい人気になればいいのでしょうか。かっこ発行部数や原稿料など。おお、これ難しいねセンシ。ティブなところでもあるのかもしれそうない。確かに。ただこれもあれですよね。気持ちの持ちようというか、ね、たくさん稼いでお金持ちになりたいって人もいるだろうし、まあ、とりあえず好きなことやって最低限の生活できれば生きていけるっていうね思う人もいると思うんで、具体的なね数字言うのはすごい難しいんですけど、まあ例えば週刊誌で言ったら。とりあえず毎週続いてれば間違いなく生きていけます。あ毎週載ってれば、はい間違いなく生きていけるし、原稿料がいただけてるそうですね、原稿料とか、まあ、単行本のその印税とかではい生きていけるし、である程度稼げたら例えば連載が終了してそこから1年間が空きましたって間も多分生きていけると思うんですよ。はい、まあ、だからそれじゃないですかね。あ続けることじゃないかなと思います。とにかく連載を続けることということですね。続けることが生きていくことです。なかなかでもそうなってくるとやっぱ漫画家として一生生きていくっていうのはそうですね結構狭き、まあ分かってるとみんな分かってるところだと思うんですけどね。かなり狭きも。いや本当にこの業界は10年20年ずっと生き残ってる人ってやっぱそんなに多くないと思うんで、まあたくさんいらっしゃるんだけど、その第一線でやってるって考えると。だからそう考えた時に自分の10年後20年後食いつなげるだけのお金を稼げるかどうかっていうのも多分問題になってくると思いますし、難しいとは思いますけどね。でもそこはねやっぱ覚悟してというか、でもそれやっぱ楽しくこう続けてきてるっていうところの結果にそこがね、そうそう、だからお金なんかなくても楽しければいいっていう人も多分ねいると思いますし、はいただ生きていくためにはやっぱ必要じゃないですか。だから続けていくしかないということですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お次行かせていただきます。で、ご自身が考えられている作品の登場キャラはみんな愛してると思いますが、その中でもこの子は推しという子はいますか？これちょっと僕もちょっとすごい気になる。僕はね、だいたいその作品のマスコットキャラがいつも好きですね。なるほど。じゃあ今回ちょっと P の。 P のでフェアリーで言ったらハッピーでレイブで言ったらブルーみたいな感じでマスコットキャラがだいたい好きになります。やっぱそのね、みんなもやっぱ好きになるような愛らしいというか。でもね、サイン会とかやるとね、ほぼほぼ来ないんですよ、マスコットキャラ。そうなんです。やっぱりマスコットキャラなんで、はい自分の推しキャラのね、人間キャラクターのプラス一人って感じでいつも見られるから。確かに本当にマスコットではなく一人って選ぶとやっぱり推しキャラの方そうなっちゃうんですよね。確かに。でも僕が本当にいつもマスコットキャラが好きですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこれはもうめちゃくちゃ僕も聞きたいんですけど、ストーリーはどのように作ってるのですか？展開セリフなどどのようにして作りましたか？私は演劇部で脚本を作ってるのですが、どうしても書き出しや展開でつまずいてしまいますとの。いやこれは本当難しいですよね。まあでもね一つコツがあって、まあ演劇とかにこう利用できるかわかんないんだけど、ストーリーものの週刊漫画だと引きを大事に僕すごいしてるんですよ。来週へ続くってところですね。で他にもサプライズっていうのもあって、まあ、要は読者を驚かせればもうそれだけでなんとかなるんじゃないかと僕は思っておりますね。なるほど。いやでも毎週苦い思いをさせられている感じしますもんね。もう次の話をっていう。僕は一番大事にしてるのがそのサプライズで、で他にもね読者の感情の動きっていうのはすごい大事にしていて、それは喜びでもいいですし怒りでもムカつきでも何でもいいんですよ。読者の心を動かせればもう勝ちなんですよ。その時何かを感じさせるっていう、とにかく読者の心を動かしたら勝ちです。何にも動かなかったら面白くない作品になってしまうと思いますね。まあ、セリフなんていうのもそうなんですよ。一番多分その話の中で大事なセリフとか大事な場面があって、そこを盛り上げるための全部装飾なんですよ、周りなんていうものは。なのでそんなにね悩む必要もないと思いますし、やっぱ導入はインパクト大事なんで、つかみここがやっぱ面白くないとこの先誰も見てくれないっていうのが、まあ、商業の世界なんで、まあ、演劇だと見に行ってる手前ねお金払ってるんで最後まで見る可能性は高いんですけど、漫画雑誌の場合たくさん載ってる中の1個なんて数ページ見て面白くなかったらもう読まないわけですよ。確かにそこなんかすごい、すごい思ってて、漫画ってもう読み始めて終わったら終わっちゃいますもんね。そうですね。だから1巻読んで面白くなかったらもう2巻買わないわけですから。確かに。ありがとうございます。ありがとうございます。
じゃあちょっとこれはもうなんか答え合わせみたいになっちゃうんですけど、はい、一番好きなオノマトペあったら教えていただきたい。難しい言葉知ってますね。擬音ですよね。はい、はい擬音ですねこれは。グモです。やっぱりグモです。グモは真島先生独特なんですけど、あれって何なんですかね。泣くシーンとかにそうグモーってあれはね、当時、はい対戦格闘ゲームがあって、はい、虎のマスクしたキャラがいたんですよ。はい、でそのキャラクターがこう倒れてる時に頭を蹴られた時にガバッって言うんですよ。こうやられた時の声、ガバッ。それを友達が真似してて、こうだんだんこう僕らも使うようになっていって、いつの間にかグモーって感じで漫画に登場した。そのやりとりから。そうです。なるほど。なんでこんなかっこいい言い方するのオノマトペ。オノマトペってよく難しいことを知ってるな。やった聞けた嬉しい。はい、じゃあご自身のフェチをどこに一番詰め込みましたか。はい、これね多分その時の流行りがあると思うんですよ。なんか顔とか描くのが好きな時とか、髪の毛描くのが好きな時、あと拳描くのが好きな時とか、で言うと僕ね結構足フェチだと思いますね。フェチなのかなわかんないけど足描くの好きなんですよ。わかる気がします。見ててすごいこう素足多いと思うんですよ。レベッカ得意そうだよね。裸足で走ったりとか。そう。まあそういうこと太ももとかもしっかりと。これ僕なんかやっぱ足描くのが好きなんだろうなって思ってて、これもちゃんと理由があって。レイブの時に初めて素足を多分描いたんだと思う。生まれて初めて。それまで落書きとかで描くことがなかったんで、生まれて初めて仕事で素足を描くことになってめちゃくちゃ難しいと思ったんですよ。足の構造って。でそっからすげえ練習してある程度自分で空で描けるようになったらなんかすごい好きになったってことがありますね。逆にもうそこを超えたら、でもやっぱそうこだわっていろいろ観察してっていうその時間もあったんですよね。そうだから本当に描けなかったの昔。いやでもめちゃめちゃ裸足って難しいというか指。そう手より難しいじゃないですか足って。足の指描く機会ってあんまりないですよね。そうですね。だから本当突然仕事で出てきた時びっくりしました、ね。なるほどありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、足先に注目して見てみると。ぜひお願いします。こだわりが第1話の時点で最終話までの流れやオチなどどれくらい考えていますかっていう質問ですね。これも作品によると思いますね。レイブの時は結構最終話まで考えてました。多分僕初連載だったんで肩に力が入ってたというか。1から10まで全部こう決め込んでたところがあるんですけど、やっぱそれがあってのやっぱり熱い展開も結構あった。まあでも、途中でちょっと順番変えたりとか、いらないエピソードをこうオミットしたりとかもあったんですけども、まあそれが良かった面もあると思うんですよ。で逆にフェアリーテイルとかは本当に1話先のことも考えてない。1話先のもうそれぐらい毎回自分でなんか強い引き作って。来週の俺頑張れよって感じのどうしよう思いつかねえみたいな感じのことずっとやってきたんですよ。まあ大きなネタとかちょっと決まってるとかあったんですけど、ほぼほぼもう毎週出たとこ勝負全部見切り発車みたいな、ほぼほぼ後付けみたいな感じの。それでストーリーが生まれていくのもちょっと信じられないんですけど。そうだからどっちがいいとは言わないんですよ。どっちもどっちだなと思っててやりやすい方でいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。これもですねちょっとよく書いてるうちにキャラが動くとは言いますが、ストーリーに合わせて動くのか、ストーリー度外視で動いたから設定を練り直すのか、そもそもキャラが動かないタイプなのか気になりますということですね。これね書いているうちにキャラが勝手に動くってね相当熟練者ですね。なるほど。熟練者っていうのは漫画を描いてる時間ではなくてそのキャラクターと向き合った連動です。要はどれぐらいそのキャラクターを長く描いてるかってことですね。どれだけそいつのことを知ってるかってことなんですね。自分が知ってないと勝手に動くわけないんで、読み切りで勝手に動いたと思ったら気のせいだと思った方がいい。これは今ドキッとした人いたんじゃないか。うちがドキッとしたもん。いや読み切りでもねすごいキャラを作り込んでて、例えばネームを1年間やってますとか、それだったら連動は高いって言えるんですよ。だからそれだったらありえると思うんですけど、基本的には連載とか長くやっていて、ある時なんかね本当にノリがいいとかそういう時には思うかな、キャラが勝手に動くみたいな感じで。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこちらですね、尊敬する漫画家さん、絵師さんなどはいらっしゃいますか？尊敬する漫画家さん、僕ずっとね鳥山先生大好きで、もともと鳥山明さん好きで真似して描いてた。結構表紙とか扉絵とかに乗り物とか影響ありますよね。恐竜とか描かれる時ありますね。あとは初めの一歩の森川先生ですね。僕のなんか兄貴分的な存在でもあってですね、非常に面倒見てもらってるのもあるんで、この2人かな、尊敬する漫画家。
ありがとうございます。なんかこう画風としては完全に対照的っていう感じの。そうですね。はい。でも僕自分の絵柄はもともとは鳥山先生の絵柄からこう入ってきて、で物語の作り方とかマガジンでの話の作り方とか、そういうのを森川さんから学んだ感じはあるかなと思いますね。僕ずっとねマガジンでやってたんで。でも絵柄結構当時ジャンプっぽいって言われてたんで、どうすればマガジンで受けるのかっていうのを研究するためっていうのがありますよね。そう考えると森川先生もずっとこうマガジンの第一線で何年間もやられてる方ですよね。このままいけばはじめの一歩がやってる最中に僕の連載3本目が終わるんじゃないかって思うぐらいのね。そうですよね。すごい長さでやってますから。熱い戦いは森川先生の新たですね。血が混じっている。そうなんですね。お次。物語の中のいわゆる悪役の設定をどのようにして考えていくのかが気になります、主役はどちらかというと考えやすいと思いますが、悪役の設定を立てるとき意識していることはありますか？ぜひ教えてくださいと。はい。悪役、確かにヴィランの作り方ってことですよね。いやでも僕もこれ結構苦手で、僕悪役作るとそんなに悪いやつにならないって昔から言われてて、でも確かに結構喜劇的な過去がある。だからどうしてこうなっちゃったのかっていうのがちょっとこうかわいそうなイメージで、ゲイさんと2人で話し合った結果、本当にクズだったのはミューラーだけだったんですよエデンズゼロになってなんとかしようと思って、僕も本当にクソ作ろうと思って、あれは本当にもう見てられなくてなんてかわいそうなことをするんだと。いやもうそれこそ本当にジンとクリーネが本当に好きなんで、マジ許せなくてあの野郎と思ってあの野郎と思ってもらえたら成功じゃないですか。そういうことですね。確かに今までいなかった感じがあったので、一気になんかエデンズがちょっと暗めなダークファンタジーな部分というかね、そこもなんか多分僕がすごいエデンズゼロ好きなところなのかな。でもテーマの一つだったんですよ。エデンズではちょっとどうしようもない悪役いっぱい作ろうと思って、毎回でも本当レイブもフェアリーもそうなんだけど、悪役って作ったつもりがいつの間にか味方になってるとかいう話結構多いんで。確かに、それはそれでまた熱さがあるんですよね。でも確かにこれはちょっとエデンズゼロ最後までね、見逃せないというか。やっぱミュラーもう一回出したいな。粉々になったけど、まだ生きてる。まだでも生きてそうなのが嫌です。まだなんかやってくるんじゃないかっていうなんか怖さがあるというか。またどっかになんか残してそうっていう気が気じゃない。読者としては。漫画家になってから一番苦労したことと、漫画家になってから一番嬉しかったこと聞いてみたいです。ということです。漫画家になって一番苦労したことはやっぱり初期の方ですよね。デビューしてすぐ仕事のペースもつかめないですし、その人気も全然安定してなかったんで当時は、その辺が一番辛かったかなって思って、苦労もしたとこですね。で一番嬉しかったことっていうのはやっぱり、今ではこう SNS とかで生の声というかすぐに反応見れますけど、当時はファンレターとかだったと思うんですけど、やっぱり読者の声を聞くのが一番嬉しかったことですね。皆さんそうおっしゃられる方多いですもんね。いやでも YouTube もそうじゃないですか。いやそうです。もうコメント欄がないと動画作れないですね。コメント欄僕も見てみて、自分のやつとかね見て、やっぱ嬉しいなって思うし、本当にありがたいなって思って、やっててよかったって思う瞬間だと思うんですよ。クリエイターにとって。その苦労したこと、そこの段階から乗り越えるっていうのはなんかそういうのあったんですか？なんかブレイクスルーみたいなのって。そうですね。これ全然当時人気が安定しなくて、どうしようって考えてたんだけど、一番面白いと思うとこから出していこうって決めてから人気が回復してきて、なるほど。それが一個のきっかけになりましたね。確かに。でもレイブって最初から最終回ぐらいの展開が続くイメージが5巻6巻ぐらいからちょっと変えようと思って、今までちょっと後半に取っておこうと思っていた自分が面白いと思ってるネタを先にこう持ってくるっていうことをやり始めたんですよ。なるほど。もう次回っていうか次のエピソードが最終回でもいいようなテンションで書こうと。それがもうこの熱さの秘訣というか、結果的にはなったんですね。そうですね。ちょっとその辺ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。これあんまりこうイメージがないんですけど、漫画家を辛くてやめようと思ったことはないのですかって聞きたいんですと。いややめようって思ったことはないですね、今のところ。ただ漠然と、僕も結構やりたいこと多い人間なんで、ゲームを作ったり、アニメを作ったり、いろいろやりたいことたくさんあるんですよ。なので一回このエデンズ終わったらちょっと一休みしようかなって思うことはあります。なるほど。でもその新しいいろんなものに準備に当てるというか、そこの時間を作る。でもやっぱり最後には漫画を描きたいなみたいな。なんか漫画を描くためになんかこう他のことをやってエネルギーをこう貯めるみたいな。そういうのもいいですね。刺激みたいな。
ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあそしてじゃあこれ最後ですね。ちょっとその前にちょっとお聞きしていいですか。インプットをしてるジャンルというか、そのジャンルって好きなものにするのか雑食なのか、その辺ってなんかあるんですかね。これね、もう雑食でありたいと思ってるんだけど、偏ってる気がする。ああ、そうなんですね。アクションものとか、特に今はなんか自分の今関わってる別件のアニメで、そのネタ出しをしてるんだけど、そのネタに関するものしか見てないですね。ああ、なるほど。そこの参考になりそうな範囲に絞って。そうですね。でも確かに範囲に絞ってみるっていうのがやっぱ効率よくっていうところなんですかね。だから本当は雑食の方が僕はいいと思っております。例えばそのアクション漫画書いてるんですけど、恋愛ストーリーとかスポーツもののなんかそういうものを見たりとかっていうのもすごい大事になってくるかなと思ってますね。なるほどなるほど、ありがとうございます。さあということでこちら最後ですが、生まれ変わっても漫画家になりたいですか？またとんでもない質問が来たんです。すごい壮大な質問なんですけど、こんなの決まってんじゃないですか。生まれ変わったらね、ビッグな YouTuber になってるんです。冗談。慣れちゃうじゃないですか。このままに今の世界線になれそうです。冗談です。僕は本当生まれ変わってもまた漫画描きたいなと思っております。それを聞けても来世でも楽しみに。ありがとうございます。たくさんちょっと聞かせていただきましたが、いろいろ勉強になったり、もう目から鱗のことばっかりでしたが、いろんなねこの真島先生の技法的なところとか、あとはタイムスケジュールの質問などもあったんですけど、それは真島先生のチャンネルでいろいろあったりもするので、ぜひそちらも見ていただければと。ここでなんかこう短くやるのがもったいないぐらいすごいいい動画を出されてるので、そんなところも見ていただきつつ、本日は素敵なゲスト、スペシャルゲスト真島ひろ先生でした。ありがとうございました。ありがとうございました。